は。村木です。福岡です。今回ポルトガルの首都リスボンに行ってきたので Vlog をお届けします。嫌いだけどめちゃめちゃ揺れてますね。そう、本当に揺れました。本当に揺れてる。すごい。めっちゃ怖かった。怖かった。さあ、ホテルに向かって走って行ってます。今回エアビーで予約したんですけど、結構中心地からは離れた、ベレン地区というところで、静かな場所で、着きました。どうでしょう、このバルコニーの景色。もうレビューから予想していた以上の、すごい綺麗な景色だよね。海が見えるってやっぱりいいね。これだけでここのエアビーを選んでよかったなってみんなで話してました。そうね。中もこうすごい綺麗で、スーパーに行ってこの日は早めに寝ました。おはようございます。今日の私たちの予定といたしましては、朝からジェロニモス修道院に行って、それからリスボンの賑やかなエリアを散策したいなという感じでございます。洗濯干して朝ごはん作ってるんですけど、ここに写ってるのが僕らの友達ゆいちゃんです。ゆいちゃん、そう3人で旅行するの初めてだったんですけど、こうご飯作ったり洗濯したり、こうやってなんか暮らし体験みたいなことができてすごい楽しかったね。そうだね。よかった。昨日スーパーで買った食材で朝ごはん食べます。すごい美味しかった。ずっとヨーロッパの平たい桃が食べてみたくて、今回夢かなって嬉しい。よかった。おなんか硬そう。皮剥くの面倒くさかったから内側からかじって動画です。動画でした。この花綺麗だったね。すごい白い。結構並んだね。並んだ。すごい日差しが強くてすごい強い。そう麗しいゆいちゃん。頭巾をかぶってますね。スカーフです。多分うちらが写ってると思うよ。では入場したいと思います。入ってすぐ回廊があるんですけど、本当に綺麗だったね。圧倒的やった。一番リスボンで来たかったところなので、来れて嬉しそうにしてます。嬉しそう。細部がすごいこうなんていうんですか、繊細で美しい。柱一本一本違う模様だったり、すごい見どころたくさんでした。そうだね。子供の頃僕は彫刻を勉強してたので、いろんなとこペタペタ触りながら感動してました。
大航海時代にこうんうポルトガルがすごい繁栄したことをこう称えて後世に伝えるために建てられた建物みたいなので、そうだったね。そうだからこうロープだったり海洋モチーフのね彫刻が多いらしい。本当に見応えがある修道院でした。また行きたいです。お昼ご飯を食べに行きます。はーい。はーい。このお店が一番良かったかもしれない、こそうですの旅で。ね。ヨーロッパ旅行で一番良かった。一番美味しいとこでした。なんかおめでたすごい。うわおめでたい。これは幸せご飯。すごいな。もうでかいのも好きだよ。ゆいちゃんってエビと貝好きやんな。私もや。結構地元の方が多く通っているような印象。そうだね。子供たちとかが走り回ってるような感じの。みんなニコニコでごちそうさまですかね。美味しかったね。ありがとう。もうまた行きたいですね。こここそまた行きたい。ここ本当に行きたい。これが生クリーム、ナタ、これが柑橘系クレメンティーナ、このつぶつぶが、オブリオブリガータ。オブリガータじゃないこれなんだ。なんだろう。道中もさ、もう普通の住居がさ、そうアズレージョが本当に綺麗で、羨ましい。You got me shaking, yeah, I feel the fever coming on. Oh, you know you're all I want. Keep saying that I hate it, but it's kind of fun. Watching me come undone. No more games. Can't we just? はい、2時間ぐらいお昼寝して電車で賑やかな街に向かいます。もう坂がね本当に多いんですけど、リスボンはそうだね。結構砂砂で歩きづらくこの日だって2万歩歩いたで。そんなに？本当やで。本当に坂がいっぱい。もうすごい大変だったね。やっぱ足が疲れた。石畳だからね。このツバメ可愛かったんで一つ買いましたよ。青い子が今うちにいてくれます。よかった。なんで？問題です。私はなんでと言ったでしょう。なんで？いや、わからない。なんだろう。正解は、トラムと自動車が同じ車線を走って渋滞が起こっていた。これは、高台ですね。街が一望できる。展望台？そうそうそう。これ街並みがすごい一番奥まで見えて、映画みたいな。魔女の宅急便はポルトガルのポルトという都市なんですけど、モデルになってて。知ってますよ。そう、これでね20時前なんだよね。もう信じられない。もうすごい日が長く。そうそうそう。
たちは20時にレストランを予約したので頑張って歩いてますヘトヘトかな、そうそうそう、頑張れ頑張れ村木。すごい雰囲気のあるレストランだったね。なんて言うんだろう、洞窟の中にいるかな雰囲気があって、ギター弾き語りしてくれるお兄さんがいて、こんなに美味しいご飯美味しかったね。本当に美味しかった。このタコがですね、本当に美味しかった。美味しかったね。ローストしたタコなんですけど、なんて言うんだろう、柔らかい、やっぱりポルトガルはご飯がすごい美味しかったね。そうだね。何が一番美味しかったですか？それはもうシーフードライスあれが一番美味しかった。日本人の口にも合うって言われてるんですけど、ポルトガルの料理はそうだね、もうぜひみんな食べてほしい。好きに行っていただけると思います。はい。22時だけどほぼ満席状態。皆さんこのポルトガルのお菓子見たことあるんじゃないですかね。パステルデナタっていうんですけど、クリームをパイ生地で包んだとっても美味しいお菓子なんですよ。ぜひちょっと大泉洋みたいな食べてみてください。はいちょっと待って、もうこれ日本だと食べれないよね。そうね、見たことないから。日本で食べるのはこうエッグタルトっていうクッキー生地タイプのものが多いと思うので、いい経験でした。そう、はい、もう最終日です。わー、行きたくない。行きたくないよ。行きたくないことないですよもうずっとここにいたい。でもポルトガルは本当にいい思い出がたくさん、もう何度でも行きたい街、第二の故郷。違うよ、アナザースカイ。違ういや本当にすごいいいとこでしたね。チェックアウトするときにね、同じアパートのおばあちゃんとすれ違ったんですけど、すれ違ったね。すごい優しい方で、英語も多分通じてないだろうなって感じで、なんか心で会話してたって感じよね。でもすごい優しくて素敵な出会いでした。ということで、はい、ここからスペインに私たちは移動いたしまして、まだまだ続くんですね。その Vlog も編集したいと思うので、もし見たい方はチャンネル登録してくれると嬉しいな。初めて言った。すごい、よろしくお願いします。はい、見てくださってありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。